はい、皆さん、こんにちは。本日はですね、DJI Osmo Action 4ですね、こちらにアップデートが来ました。でですね、そのアップデートの内容というのをですね、最初にご紹介させていただきたいんですけど、ちょっとこの辺に貼っておこうと思います。で、私もちょっとカンニングしながらですね、皆さんにお伝えしたいんですけど、このですね、最適化された処理アルゴリズムにより、30fps 以下でビデオを録画する際の画質が大幅に向上しますというですね、アップデートが入ったんですね。で、この大幅に向上っていうのはどれぐらいかなっていうのをちょっと見てみたく、この後ですね、試しに行ってみようと思ってます。で、それ以外にもですね、こちらですね、DJI Mic 2トランスミッターの自動電源オフ機能を追加しました。送信機がデバイスに接続されておらず、15分以上単独で録画していない場合、送信機の電源は自動的にオフになります。送信機がカメラに接続されている場合、設定、ワイヤレスマイク、自動電源オフをタップして、機能を有効にします。送信機のファームウェアはバージョンである必要がある。これちょっとですね、翻訳変になってますけど、このバージョンがですね、04、03、08、31というバージョンである必要があるようですね。そしてこの DJI Mic 2送信機の録音ゲインと録音音量ですね、のパフォーマンスを最適化しましたとなっております。これですね、私使っていて感じていたところなんですけど、DJI Osmo Pocket 3、今ですね、収録に使っているんですけど、こちらのですね、安定感に対してアクション4で収録しているときに DJI Mic 2ですね、無線で接続されている状態。これですね、たびたびですね、録音がですね、プツッと切れるシーンがあって、こういったところのパフォーマンスですね、こういうのを最適化してきたのかな、バグをですね、修正するというところで最適化されたのかなと思いますね。で、このですね、最適化された処理アルゴリズムにより、この録画の際の画質が大幅に向上します。これですね、めちゃくちゃいいなと思ってるんですが、これ早速試してみたいなと思っております。で、今ですね、あえてなんですけど、この DJI Osmo Pocket 3のですね、音っていうのも今ですね、このマイク等をつけずに、このポケット3の内蔵マイクで収録をしてみております。ここもですね、試してみたいなというところ。で、普段ですね、このライトをですね、照らしながら収録をしているのも、今回ですね、あえてライトを使わずにどんな風に撮れるのかなっていうのをですね、こういう風に試してみております。これちょっと後で雑談するんですけど、いろいろこういう風に試してみたりとかですね、そういうのもですね、こう日々ですね、毎日運用というかですね、動画をアップしているとですね、飽きてくるっていうのもあるので、こういう風にですね、楽しんでおります。ではですね、その収録してきた動画の方ですね、どれぐらい画質が向上しているか、変わってるか変わってないかっていうのをですね、ぜひですね、後でですね、コメントで感想いただけると嬉しく思うんですけど、見てみていただければと思います。では画像を移ります。どうぞ。で、早速ですね、試しに来てみました。3分ですね。もう夕方なんですけど、まだ明るい時間帯なので、今、ノーマルカラーモードですね。こちらで収録をしてみております。はい、ツツジ、さつきかな、ちょっと羽振りではわからない。おそらくツツジかなと思うんですけど、このようにですね、桜もだいぶ咲いてきました。見えますかね。こっち側から映したら光的に見やすいかな。で、レトロビンもですね、とても綺麗に芽吹いてきてます。このですね、今回のアップデートってメインどころは30フレーム以下の、画質の向上っていうのがですね、ありまして、どれくらいそれがですね、変わったかなっていうのをちょっと見てみたいなと思っております。はい、ではここでですね、DlogM にですね、切り替えてみようと思います。はい、ただいまですね、DlogM に切り替えてみました。桜もですね、とっても綺麗なんですけど、このカイドウとかですね、こういう風にですね、他にも綺麗なお花っていっぱいあって、桜はですね、とても見事なんですけど、他の花も楽しめます。このような感じですね。で、今回のですね、このアクション4のアップデート、ちょっと大きなアップデートだったようで、撮影の設定とかそういうのはですね、結構クリアされちゃっていた、ノーマルのですね、状態に戻っちゃっていたという感じがありました。で、写りの方とかですね、家に帰って編集の時に見てみないと、なんともわからないところではあるんですけど、桜に近づけますね。こちらのですね、DJI Osmo Action 4ですね、結構度重なるアップデートでですね、さらにこう磨きがかかってきて、もう安定の域にですね、達してるかなという感じです。もうそもそもにですね、安定度のとても高いですね、アクションカムだったんですけど、それがさらにですね、
良くなってきているというのがすごいところだなという感想がございますね。ちょっとですね、花を見ながらですね、お話ししたいんですけど、3から4に関して移行の期間というのはとても短くてですね、ちょっとですね、文句というかですね、いろんな意見当時はあったと思うんですけど、私はですね、もうすぐにですね、入手して使ってみて、これはかなり大きなアップデートだっていうふうに感じたわけなんですね。やはり暗所でのですね、色っていうのはですね、撮影画質っていうのはとても良くなったっていうのはあったんですけど、それよりもですね、色ですよね。この通常ノーマルカラーも含めて青革の色に転びやすかったアクション2までアクション3までかのですね、色合いに対してこのアクション4というのはですね、とっても自然な方の色にですね、近づいたというふうに私は感じております。で、やはりこのホライゾンバランシングだとかそういうところっていうのは大きな進化はありませんでしたけど、依然として使いやすいと言ったらいいのかな、とてもフレンドリーなですね、この機能を搭載していてですね、使いやすいアクションカムです。さらにその後 DJI Mic 2が発売されて、後からですね、それにも1機だけですけど、1つの機体だけですけど接続できるようになり、本当にですね、度重なるアップデートでどんどんですね、使いやすいですね、いいアクションカムになっていると感じます。マイクはですね、もう元からアクション2からとても質は良くてですね、この3、4と3はですね、若干風切り音の処理が下手だなという印象があったんですけど、そういうところもですね、どんどん良くなってきている。またこのフル HD だとその風切り音のですね、低減モードがとてもですね、強いモードっていうのもあって、シーンに応じてですね、使い分けができるというですね、素晴らしいカメラになってますね。で、これがですね、お試しですね、60フレームに今ですね、変更してみました。同じく D-Log-M でですね、収録しているので、単純に色合いの比較等ができると思います。手ブレ補正だとかですね、万能な写りっていうところをですね、求めると、この60フレームがですね、私はアクションカム一番向いてるとは思うんですけど、毎日のように動画をですね、アップしたりとかしていると、どうしてもですね、ファイルの容量等が大きくなってしまって、運用がですね、60フレームだと、厳しいとまで言わないですけど、大変なんですよね。なので、24フレームとかを普段はですね、使うようにあえてしております。もちろん映りとかっていうのも好きなんですけど、動きとかですね、そういったところも60フレームも60フレームでよし。で、この24フレームも24フレームで私はとってもですね、魅力的だと思っているわけなんですね。この新芽の感じとかもいいですね。そのようなところで私は24フレームを好んで使っているというか、使い分けて楽しんでいるような感じですね。動画もですね、30フレームの時もあれば60フレームの時もあるし、24フレームの時もあってみたいな感じなんですよ。そのような感じでですね、撮影は私は自由にかつ特に制限縛りだとかっていうのは設けずに楽しんでおりますね。特にやっぱ毎日動画を撮っているので、そうなってくるとそういうところでの楽しみとかっていうのもとっても大事だと思うんですね。はい、こんな感じでハートもキジバトですね。人慣れしていて可愛いですという感じでございますね。もう私はですね、一概にアーティスト気取りかというふうにですね、当時ちょっと言われたんですけど、アーティスト気取りなんか一切なく、私ですね、一番遠いところにいる人間だと思ってるんですよ。アーティストというよりはクリエイター側だと思うので、そういったセンス全くない。だからですね、こういうふうに自分が楽しいよっていうのをですね、とっても大事にしておりますね。県外でこういうふうに見事な桜が咲いております。この辺ですね、結構満開ではないな。でも8分咲きぐらいになってるな。かなり綺麗に咲いてますね。こういう風に見ていただくと分かると思うんですけど、かなりしっかりと開花してきている。で、日の当たるところなんか満開に近いんじゃないかなと思います。おそらくですね、週末になるとちょっと遅いのかなという感じぐらいかなという印象がありますね。ここまで咲いちゃうと、雨とかですね、風の強い日があると結構散っちゃうと思うので、花見たい方はですね、夜桜とか楽しまれるといいかもしれないです。この辺とかとっても綺麗ですね。はい、こんな感じです。
で、こちらですね、いつも来ている公園のそばなんですけど、ここまで来るとガラッとですね、人いなくなるんですよ。ちょこっとですね、メインの通りからですね、外れるだけで、とても見事な桜が見れるので、私はこの辺をですね、とてもですね、好きな場所だと感じて、たびたびお散歩に来ております。このお花のですね、撮影という感じで言うと、私は桜ってすごく難しいと思うんですよね。何をですね、表現するかってしっかり定めないとですね、何千にとっても綺麗は綺麗なんですけど、何年間も撮影してますが、この辺りの桜は、どれも綺麗だけど、ものすごくいいなって感じたことがなくて難しいなと思っております。先ほどのですね、その24フレームを使うことに対してっていうですね、コメント等がありました。私はですね、もうそのコメントはですね、日々の運用を含めてですね、いろいろ考えてですね、そういうふうに選択している上で、なかなかですね、そのアーティスト気取りかっていう言葉がですね、とてもですね、なんか嫌な言葉だったんですよね、私にとっては。そういうことがあって、ちょっとですね、こういうふうにですね、動画2回目かな言っておりますが、気取って何が悪いっていうところもまずあるし、私は気取っているというか、結果的になっちゃってるかもしれないですけど、そういうふうに。ただですね、気取ってはいないし、そういうふうにですね、ファイルの容量を抑えたいとか、編集を軽くしたいとか、そういった理由がメインなんですね。フレームレートが高くなると書き出しとかもそれだけ重くなるし、テレビ見たいんだったらテレビ見りゃいいし、なんかそういうのを他の人に強要したりとかですね、押し付けてくるの本当私大嫌いなんで、その辺はですね、これから回答するのめんどくせえって感じたらですね、コメントをしっかり私も丁寧にお返ししているつもりなので、そういうコメントに関しては、非表示をするっていうことも増えてくるかもしれないですが、あしからずご理解いただければなと思いますね。ご意見、感想というところでいただけるのはいいですけど、それをですね、ぐっとですね、押し付けられると、やっぱりですね、私自身も楽しんでやっていきたいし、楽しんでやっている。他の方ももちろんそうですよね。自分が撮った動画とかっていうのをですね、なんかそれは違うだろう。そんな意見求めてるわけじゃないじゃないですか。SNS だからって言ってですね、この距離感誤ったですね、レスポンス対応とかっていうのはしないようにですね、気をつけていく必要があるというのをですね、再度ですね、今お話ししていて感じましたというところですかね。ただですね、今ですね、この楽しいお話に変えていこうと思うんですが、アクションカムのですね、進化ってですね、改めてすごいなって最近思っているんですよ。このですね、無線のマイクをですね、後からアップデートとで対応したり、それこそタイムコードが取れたりとか、ハイダイナミックレンジ HDR の撮影がネイティブになったり、機種によっては 5.3K、6K、8K とですね、収録できるですね、解像度っていうのもめちゃくちゃ上がってきていたりとか、ある一種ですね、カメラってしっかりと撮影してできて、今はですね、そのオートフォーカスだとかなんですね、進化進歩っていうのは目覚ましいのかなと思うんですが、このアクションカムはそのオートフォーカスっていうところがない。だからそれ以外にですね、何か発展するととっても分かりやすいんですよ。でですね、なんとなくこのアクション4の後継機、そろそろというかですね、今年のどこかかなっていうふうに期待してるんですが、それ自体もですね、どういう形で出てくるか、私はですね、できればそのフォーカスのですね、位置を簡易的に設定できる機能が欲しいなとか思ってます。そうすればですね、センサーサイズ大きくなろうが何しようが、大きなネガティブはなくなるので、さらに使いやすいいいですね、アクションカムになってくるんじゃないかなと思ってますね。はい、ではですね、だらだらとこのアクション4の検証と、コメントに関してっていうところでですね、改めてですね、ちょっとお話ししておきたかったなというところで、本日のですね、こちらのアクション4の動画は終了しようと思います。で、この後ですね、またちょっと別の検証しながら帰ろうと思うので、アクションカム関連のですね、動画だとかっていうのをですね、今後もいろいろアップしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。バイバーイ。